こんにちは。ゼロから行政書士第28回です。前回は国家賠償法の2条を学びました。映像物責任という無過失の責任を確認しましたね。今日からは地方自治法に進みます。テーマは住民の権利と直接請求です。私たちの暮らしに一番近い法律です。住民が政治に参加する仕組みを学んでいきます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、地方自治法における住民の意義です。二つ目は、直接請求という4つの仕組みです。それぞれ必要な署名の数が異なります。三つ目は、住民監査請求と住民訴訟の違いです。どれも住民が行政をチェックする制度です。それでは、早速始めましょう。はじめに、地方自治の考え方を確認します。地方自治には2つの柱があります。1つは団体自治です。国から独立して地方が自らを名を染めることです。もう1つは住民自治です。その地域の住民の意思で自治を行うことです。今日学ぶ直接請求は住民自治を支える仕組みです。住民自治は選挙や直接請求などによって実現します。まず、住民とは何かを確認します。地方自治法は10条で住民を定義しています。市町村の区域内に住所を持つ者が住民です。その人は市町村と都道府県の両方の住民になります。住民には国籍の要件がありません。外国人も会社などの法人も住民に含まれます。住民は役務を等しく受け、負担を分かち合います。選挙や請求など様々な権利も認められます。ここで大切な区別をお話しします。住民と選挙権を持つ人は同じではありません。住民は住所があれば国籍を問いませんでした。一方、選挙権にはいくつかの要件があります。日本国民で18歳以上であることなどです。引き続き3ヶ月以上、その区域に住むことも必要です。この後に学ぶ直接請求は、選挙権を持つ住民が行います。この違いは、引っ掛けとして問われやすい点です。誰が主体になるのか、意識して聞いてください。それでは、直接請求を見ていきましょう。直接請求とは、住民が署名を集めて行う請求です。普段の政治は選ばれた議員が担います。これを間接民主制と言います。直接請求はそれを補う直接民主制の仕組みです。住民の声を政治に直接届ける制度です。住民が直接行政や議会に働きかけます。直接請求には全部で4つの種類があります。4つの直接請求を表で整理します。1つ目は条例の制定や改廃の請求です。2つ目は事務の監査の請求です。この2つは50分の1以上の署名で足ります。3つ目は議会の解散の請求です。4つ目は会食、いわゆるリコールの請求です。この2つは原則として3分の1以上の署名が必要です。署名の数の違いをまず押さえましょう。まず50分の1の2つを見ましょう。条例の制定改廃の請求は長に対して行います。長はその請求を議会にかけます。採用するかどうかを決めるのは議会です。住民が求めても必ず成立するわけではありません。事務の監査の請求は監査委員に対して行います。監査委員はその事務が適正かどうかを調べます。地方税の発課や徴収に関する条例は請求の対象外です。次に3分の1の2つを見ましょう。議会の解散と議員や長の会食の請求です。
これらは原則として3分の1以上の署名が必要です。請求先は選挙管理委員会が中心になります。その後、住民投票で賛否が問われます。過半数の同意があれば、解散や解職が成立します。選挙で選んだ人を住民の手で辞めさせる制度です。有権者がとても多い自治体では、この要件が緩和されます。緩和の具体的な計算はテキストで確認しておきましょう。ここから住民監査請求を見ましょう。これは地方自治法の242条の制度です。対象は財務会計上の行為に限られます。税金の使い方を住民が見張るための制度です。公金の支出や契約、財産の管理などです。その行為が違法または不当な時に請求できます。請求できるのはその地方公共団体の住民です。たった一人でも、また国籍を問わず請求できます。監査委員に対して監査を求める仕組みです。原則として行為の日から1年以内という制限があります。次に住民訴訟を見ましょう。これは242条の2の制度です。住民監査請求をした住民が裁判所に訴えます。監査の結果に不服があるときなどに提訴できます。まず、監査請求をなることが必ず必要です。これを監査請求毎日主義と言います。住民訴訟の対象は違法な行為に限られます。不当なだけの行為は訴訟では争えません。住民全体の利益を守るための大切な訴訟です。二つの制度の違いを表で整理します。住民監査請求は住民であれば一人でもできました。住民訴訟は監査請求をした本人が起こします。対象の範囲も異なります。監査請求は違法な行為も不当な行為も対象です。住民訴訟は違法な行為だけが対象です。相手も違い、監査は監査委員、訴訟は裁判所です。違法と不当の違いは試験でよく問われます。この元の対比はしっかり覚えておきましょう。ここで今日のクイズです。直接請求などについての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は条例の制定開廃に3分の1が必要という内容です。B は事務の監査は50分の1で良いという内容です。C は住民訴訟は監査請求なしで起こせるという内容です。少し考えてみてください。正解は B です。条例と監査は50分の1、訴訟には監査請求が必要でしたね。今日のまとめです。住民は住所があれば国籍を問いませんでした。直接請求には4つの種類がありました。条例と監査は50分の1、解散と解職は3分の1でした。住民監査請求は一人でも違法にも不当にもできました。住民訴訟は監査請求を経て違法だけを争います。署名の要件と2つの制度の違いを整理しましょう。細かい数字はテキストで確認しておきましょう。ここまで住民の権利と直接請求を学びました。地方自治法の初めの一歩が揃いました。次回も地方自治法を続けます。テーマは議会と長の働きです。二元代表制という大切な仕組みを学びます。今日の直接請求は4種と署名の数を復習しましょう。監査請求と住民訴訟の違いも忘れずに整理しましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。